モンさんが描いた漫画を紹介していきます。漫画の導入ページとして魅力的なものになっていますか？ハイドさんならどうするのか見てみたいです。まずこの漫画を皆さんと一緒に見ていきましょう。1コマ目、主人公が何やら描いているみたいです。2コマ目、主人公が描いているものはどうやら漫画みたいですね。3コマ目、うまく作業が進まないみたいです。4コマ目、全然面白くならない。漫画が思うように描けないみたいですね。5コマ目、やべえ、バイト行かなきゃ。漫画を描くのに夢中になって時間が経っていることを忘れていたみたいです。6コマ目、主人公は慌ててアルバイトに出かけて行きましたという漫画を送ってくれました。まずこの漫画のいいと思ったところからお伝えします。わかりやすいですよね。これを見て何が伝えたいかわからないという人はいないと思います。セリフも最小限で状況をナレーションに頼っていないところがいいですよね。絵で見るだけで何が起こっているのかというのがわかります。この少年しか出てこないのでね、彼が主人公だっていうことも誰が見てもわかると思いますし、背景もちゃんと書いてあるので主人公が室内にいることもわかります。漫画の導入部分としてはこれぐらい書ければ基本は抑えられてるなと思っても良いと思います。この漫画をさらにグレードアップするにはどうしたらいいか、ネームを書くことで見せていきます。はい、こんな風にネームを書いてみました。ネームというものは本来はこれぐらいの絵で描かれたものなんですが、これでは視聴者の皆さんが漫画になった時のイメージがしにくいので、絵を多めに描いたものを用意しています。こちらは完成原稿ではございませんのでご了承ください。まず僕が気になったのは、コマのアングルが全部正面から見たものばかりっていうところかな。これも前からでしょ、これも真上からでしょ、これも真正面からでしょ、その主人公の後ろ姿の真後ろからって言ったらいいのかな。でこれも前からでしょ、これと一緒だよね。時計も前から、多少斜めから見てるけども、この文字を見せるためにだと思うんだけど、ほとんど正面だよね。でこのドアも正面だよね。正面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 、全部正面なんですよ。この変化のなさが一番気になったところです。でこれ書いてるピンクレモンさんは、女性なんですよね。もうこれは女性の典型的なっていうか、女性は頭の中でカメラを動かすっていうのがすごく苦手なんですね。だからものすごく女性らしい原稿っていうか、女性はこうやって前から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 ってなりやすいんですよ。上から見るとか下から見るとか斜めから見るとか横から見るっていうのがあんまり考えられない。でもちろん女性だから不可能だって言いませんよ。だけどいろんな角度から見るっていう意識がない限りこうなっちゃいます。もうこれは典型的なっていうか、もう女の人の原稿だっていうね感じがしますね。だから僕はこんな風にしてみました。まず1コマ目、斜め下から煽った感じにして主人公がペンで何か書いてる感じを見せる。音あってもなくてもいいです。これガリこうすることで何がいいかっていうと、主人公の顔がはっきり見えるんですよ。これだったら主人公が下見てるからどうしても頭が大きくなるっていうか、顔がはっきり見えなくなるじゃない。だから下から見せることで主人公の顔がより分かりやすくしたっていうことと、1コマ目に迫力を出すっていう両方の効果が得られるっていうことね。2コマ目、これも真正面だったんで、斜め上から見た感じにしました。主人公の頭側から机を見ているという、面白くならないっていう考えてるのも、主人公が足を投げ出してっていうこの全体がもっと見えるような感じ、右上から見た感じにして、これはひっくり返ってる動きがある絵ですよね。でひっくり返った横を見ると時計が置いてあって時間に気がつくと。で主人公が出ていく。こんな風に
ちょっとこう下からとか上からとか斜めからっていうのを入れるだけでも豊かになる。これだったら分かりやすいんだけども、ちょっと画面が幼稚に見えるよね。あんまり漫画上級者に見えないって言ったらいいのかな。このピンクレモンさんは漫画家を目指してるわけではないと書いてあったんで、趣味で書いてるんだったらね、これぐらいできれば僕はもう十分上手だと思うんですよ。だけどワンランク上を目指すならば、こんな風にいろんなアングル、下から上から斜めからっていうのを入れることで、わ、この人できる人だなって感じに見えるって言ったらいいのかな。もう一つがコマに流れるようなつながりとか動きがないっていうことです。1個で全部完結しちゃってるというか、イラストが並べてあるって感じなんですよね。男の子の姿、描いてる机、男の子の後ろ姿、男の子の前の姿、時計、ドアっていう風にイラストが並んでる感じなんですよ。まあ意味はわかるんですけど、もうちょっとこうつながりを持たせたっていうか、何が違うかというと、例えばこの2個豆、これ手しかないけども頭があるんですね、僕は。これがあることで、この主人公視点だっていうこの1個豆から2個豆につながりが出るって言ったらいいのかな。まあこれだったら正直誰の手かわかんないというか、まあこの少年の手なんだろうけれども、この主人公のこの頭を見せることで、この人の手ですよっていうことがわかるように、ちょっとしたとこでもこれつながってんのね。動きがないっていうとこなんだけど、書いてるだけっていうか座ってるだけなんですよ、主人公が。これだとだから僕は面白くならないっていうところで、主人公がこの机に足を投げ出すとうまくいかないなっていうことで、お行儀が悪い座り方をするわけですよ。でここでバターンって倒れると、後ろに体重をかけたものだから。でこうすることで同じように面白くならないなって悩んでる姿に動きが出るんですね。あと彼がちょっとおっちょこちょいだっていうことが行動で分からせることができるって言ったらいいのかな。これだと、遅刻をしそうになってるっていうのでもちょっとドジみたいなのが分からなくもないんですけども、行動で表してくれる方が読者には印象づきやすいって言ったらいいのかな。この漫画は必要最低限のセリフしか書いてないってところはなかなかだと思うんですけど、さらにワンランク上の漫画を描こうと思ったら、主人公に動き、アクション、行動、それを与えてください。会話だけの漫画になってしまっていないかどうか。自分の漫画がアニメになったことを想像してください。ほとんど動きがないでしょ。アニメって動いてるじゃないですか、ずっと。だけどこれがアニメになったことを想像してください。動きがあるでしょ。そういうことまで考えて書けれたらワンランク上に行けますよね。これを書いたピンクレモンさんは、漫画の導入ページとして魅力的なものになっていますか、書いてあるんだけども、分かりやすいものにはなってると思います。だけど魅力っていうなら僕はちょっと弱いと思うので、こんな風に主人公の顔がよく見えるようにしたりとか、主人公がちょっとドジっていうところをこうひっくり返るっていう動作を入れること、アクションを入れることで、読者にこの主人公に興味を持ってもらう工夫っていうのを加えてみました。これは多くの漫画を描く初心者がやってしまいがちなんですけども、主人公が登場しますよね。ただの男の子、ただの女の子になってるのがほとんどです。ただの男の子、もしくはただの女の子にしないでください。僕はこれをただの男の子にしないために机に足をかけさせてひっくり返させたんですけども、本当ならこれも弱いと思いますよ。これ編集さんに見せたら多分ボツになると思います。ただこの1ページだとこの少年がどういう性格かまでは僕はわからないんで、せめてものと思ってこういうアクションを入れたんですけどね。この遅刻しそうっていうことは彼がちょっとドジなのかなって思ったので、ちょっとこういうドジなシーンを入れてみたんですけども、本来ならこれでも弱いぐらい。なんでダメかっていうと、ただの少年だから。主人公だったらこの人物を追いかけたいっていう風に話の導入部分で読者に思ってもらわないといけないので、つかみは OK って言葉あるじゃないですか。漫画も一緒で、つかみが OK じゃないとダメなんですよ。でつかみを OK にするためには、読者に主人公のことを何なのこいつって思ってもらわなきゃいけないんですね。これから何が始まるのって思ってもらわなきゃいけないんですよ。これだと分かりやすいけども、つかみは OK かって言われると弱いということになるので、これを出版社の編集部とかで持っていくとボツっていう風に言われると思いますね。ただピンクレモンさんは別に漫画が大体わけじゃないみたいなので、これでいいと思いますけどね。分かりやすい漫画なのにちゃんと背景もかけてて状況も分かって何にもまずいところないのに、どうしてこれがボツなのとかって思う人いるかもしれないけども、編集さんはつかみが OK か
OK じゃないかってところを見てるので、漫画の導入部分がこれだと多分アウトって言われるっていうとこですね。ハイドさんならどうするか見てみたいですっていうような質問があったんで、僕はそういうことを考えますというふうに伝えておきます。だからこの原稿はね、僕は下手ではないと思います。だけどワンランクアップを目指したいというのであれば、今言ったこと、コマが全部正面からそれの連続になってしまっていないかどうか。2つ目はコマとコマにつながりがあるか、動きがあるか。3つ目は主人公に興味を持ってもらえる工夫があるかどうか。そのあたりを意識すると、今よりも上見えする漫画ができると思います。漫画原稿を書くヒントにしてください。今回は登場シーンから読者の心をつかめという話をしていきます。オープニング導入部分、ここで読者の心をつかめてないものはボツになると思ってる方がいいと思います。で、普通すぎるんですよ。主役の登場なのにつかみにインパクトがある登場の仕方って何って言われると、何っていう風に思わせれば OK です。って思わせる方法はいっぱいあります。ピンチっていうところから始めるんだったら、僕はこれを1個まめに持ってきますね。あなたの漫画はもっと面白くなります。ハイドチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても、長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であればどんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。